はい、こんにちは。島村楽器三宮オパテンデジタルマーチャンダイザーの DJ 萩です。今日はですね、先日 MPC のファームウェアが 2.9 にアップグレードされたんですよ。それで、こちらのね、ドラムシンセっていうのが追加されたので、このドラムシンセを中心にして、MPC の中のプラグインの紹介を中心に今日は行っていこうと思います。前回 MPC1 の基本的な使い方をね、ご紹介したんですけども、ここであんまり紹介できてなかったプラグインの紹介を中心に行っていこうと思います。プラグインの音源とエフェクターもちょっとだけ紹介しますのでご覧ください。今日もね、インミュージックの鈴木さんにね、Zoom で新しいファームウェアの編集してもらいましたので、ご紹介しようと思います。はい、それではね、MPC のファームウェア 2.9 にアップグレードしました。ホームページからダウンロードしていただくと、ファームウェア 2.9 から追加されたドラムシンセなどを使用することができるようになりますので、メニューのここのね、ネジマークを押して、この画面でシフトを押すとアップデートっていうのが現れます。プラグインの紹介なんですけど、まずね、前回も紹介したトラックの中にドラムプログラム、プラグインプログラム、キーグループプログラムっていうのがあるんですけど、このね、プラグインプログラムっていうところの中にソフトシンセサイザーが入ってますんで、そちらのご紹介ですね。まず、このプラグインプログラムのこの中にプラグインをここで立ち上げます。すると今までね、このベースライン、エレクトリック、チューブシンセっていう3つが入ってたんですけれども、簡単に紹介すると、ベースラインがベースのシンセサイザーですね。エレクトリック、エレピのシンセサイザーですね。で、次がチューブシンセね、シンセサイザーですね。叩いた後押し込むことによってアフタータッチっていうのがついてて、揺れた音が出るようになったりしますね。はい、では本題に行きますね。で、この中に追加されたのが下にある MPC ドラムプログラムスっていうのが追加されました。この中にドラムの音源が追加されたという感じなんですけど、そのドラムの音源もなんかいっぱいあるように見えるんですけど、大きく分けると2個。マルチの音源とキック、ハットとかね、単音の音源。この2種類あると。まずマルチを読んでみますね。この画面を表示するのはプログラムエディット。このボタンを押すとプラグインの中身が見れますね。パッドがね、ここ下の8個が光ってますね。で、上の8個は使えなくなります。この時はこの下にね 1,2,3,4,5,6,7,8 とあるんですけど、ここでパッドの中身が表示されています。あとはセンドエフェクターっていうのとミキサー画面とあります。まずはパッドの1番のキック、これの紹介をしますね。1番キック、2番スネアってなってるんですけど、2番もキックとかっていうのもできます。1番と2番両方キックとかね、という使い方もできますと、まずキックかどうかをここで選ぶんですけど、まずキックにします。で、その次、モデルっていうところの中に10個モデルがあるんですけど、80、90、八百屋909だと思うんですけど、そういうのがいろいろ入ってます。この辺が生音系ですね。まずこれを読んでみます。八百屋ベースのキックですね。で、次がベロシティ、叩く強さによって0にすると音変わんなくなりますね。100にすると強さが 100% 反映されるってことですね。で、あと例えばベロシティの2番っていうのがありますね。これがちょっと分かりづらかったんですけど、ターゲットを決めるんですよ。パラメータ1っていうのがここになります。ここでチューンに送るっていう、ベロシティ、叩く強さをパラメータ1番に送るってことなんですけど、これを例えば上げますと、叩く強さでチューンがかかるんですよね。ここのね。ここがね、基本的な音作りなんですけど、こちらの右側、この辺りで音を作れます。音の加工ですかね。この時に結構便利なのが、ここの横のボタンですね。ここ、前回全然触れてなかったですけど、Q リンクって言って、これね、ここを押すと1、2、3、4でカーソルが変わると思うんですけど、この時にここをいじると、自動的にここにアサインされてるんですよね。それでこれでパッパッといじることができるとね。チューンいじると音程が変わるんですけど、ここにね、キーが表示されるんですよ。これが例えば C の音ですよとか、ドレミファソラシドですね、はい、これが C の音程ですとか A ですよとか、そういうのが表示されるので、感覚ではなく、この曲は A だから A に合わせるとか、そういうことができるようになったということですね。ホールド、ボーンですね。ディケイが余韻みたいな。で、スイープ、こういう音ですね。ハーモニックスかな、倍音なのかな。で、クリック音、ノイズとノイズのカラーですね。で、
感じで音が作れます。あとここにエフェクターが実はあるんですよ。ここでページがありまして、まずトランジェント、ここをオンにするとこれがかかるんですけど、ここでアタック上げてあげると叩く時の音が出ると。シェイプで形が変わる。でサスティーンですね。ここでオンオフが可能ですね。あとディストーションで EQ はこの次のページですね。ポンプかけたりとかアタック上げたりとか、ゲイン上げたりとかですねは EQ だったりとか Q ゲインとかね、結構ここでキックだけでも作り込みが可能な感じになってますね。当然スネアとかも同じように全部できますので、こっち行くとセンドエフェクターって言ってセンドエフェクターもかけることができます。ミキサーのところでさっきのエフェクターのオンオフだったりとかセンドに上げる量をいじれるわけですね。でこの中身はここですね。センドエフェクター、リバーブの感じとかをここで作ってミキサーのここで量を決めれると。結構作れますよね。さっきのマルチっていうのがすごく便利なんで、個人的にはマルチがおすすめなんですけど、単音だとちょっと違うことができるんですけど、まずはこれでね音程がいじれるっていうのもありますけど、なんかこの辺に増えてるの分かりますよね。グライドタイム、こういうのが増えてますね。このね叩いた後でこうやった時にボイーンっていくんですね。でこの長さがここで決めれますね。ボイーンの速さですね。グライドっていうんですけど、これが必要な方はこの単音で読み込むとできますと。このグライドをかけるときはメイン画面のプラグインプログラムの右側のパッドパフォーム、このボタンを押してこれをオフにした方が綺麗にかかると。オンになってるとうまくかかんなかったりさっきしたんですよ。うまくいかないなと思ったらここオフにしてみてください。プラグインには音源とエフェクターがありますよね。せっかくなんでエフェクターの紹介もしようと思います。エフェクターもねすごいんですよ。エアーのエフェクターが入ってるんですけど、まずシフトをしながらこのボタンを押すとパッドミックスというモードですね。メニューから入るとパッドミキサーですね。このモードの時にこのパッドにインサートのところで4つかけれるんですよ。結構いろいろ入ってます。リバーブ、ダイナミクス、EQ、ハーモニック、モジュレーション、ヴィンテージエフェクトってあるんですけど、それぞれ例えばリバーブ系だとエアーのエフェクターと赤いのエフェクターが両方入ってますね。赤いの方が量が多いんですよね。でエアーだと少ないけど質が良いと。挿してここを押すと中身が見れるんですよ。かなりこれ DAW とかで使うプラグイン近いクオリティなんじゃないかなと思いますよ。あとコンプレッサーとかもね結構しっかりした作り込みの画面になってますね。エフェクターもすごいのがいっぱい入ってますね。インサートエフェクトがパッドごとに4つかけれますね。でもう1個このボタンそのまま押します。トラックミックスってボタンなんですけど、メニューから入るとチャンネルミキサー。この画面はプログラムごとにエフェクターがかけれますね。プログラムというとここですね。ドラムプログラムとか、このプログラムごとにインサートエフェクトが4つまたかけれます。さらにさっきのパッドのとこにもあったんですけど、センドでまた4つかけれると。センドでどこに送るかというと、ここをねリターンっていうのがあるんですよ。このリターンにセンドエフェクトがかかってきます。ここにも4つかけれるって感じですね。かけれるところが結構いっぱいあるんですよ。ここでねサブミックスとかマスターっていうのもあるんですよ。アウトプット1、2にまた4つかけれると。かなり贅沢にエフェクターかけることができますね。ここでヴィンテージエフェクトでこういうのかけると昔の MPC の音いろいろ試してみると面白いんじゃないかなと。あと最後にメイン画面にあるこれ紹介できてなかったんですよ。XY エフェクト。ここにもインサートエフェクトで XY のエフェクターがかけれるんですね。セットアップっていうところからいろんなエフェクターに変えれるんですよ。かなり MPC ってエフェクターが豊富に入ってますね。で音源もかなり入っているということで、サンプリングして曲作るっていうイメージがありますけれども、意外とね今回追加されたこのプラグインプログラム、ここにかなりドラム、ベース、LP、シンセと DTM やる方でも必要なこの主要な音源が入っているので、 MPC ハードウェアなのにソフトシンセ的なものもかなり豊富に入っているので、作曲やる方にはかなり便利なマシンなんじゃないですかね。で先ほど言ったようにエフェクターも搭載されていると。でかなりかけれると。で質も高いですね。例えばお店に来られた時に見てほしいのはエフェクターかけた時のこのね画面見てほしいですね。でテンション上げてほしい。Qリンクでも触れますしね、こうやって左右に行って Qリンクで触れる。
本当に DTM のコントローラーつけるよりもよっぽどこれに最適化されてますから、操作性もいいと思いますよ。はい、いかがだったでしょうか。今日は MPC のファームウェア 2.9 で追加されたドラムシンセの紹介をメインでやったので、簡単な内容なんですけれども、プラグインの音源、プラグインのエフェクターもついでに紹介させていただきました。MPC いかがでしょうか。作曲にやっぱパソコンがいいんですよね、みたいな感じで思ってる方も、パソコン持ってなかったらね、パソコンだけで10万超えたりしますからね。それにソフト買ったりとか、ミディコントローラー買ったりとか、その辺考えると、MPC-1 は89,800円で手に入る作曲ツールで、パソコンもいらなくてこれだけで作れるわけですよ。プラグインの音源も入ってるし、エフェクターも結構豊富に入ってます。なのでヒップホップ系の作曲だと意外とこれだけでもできることあるんじゃないかなと思いますのでね、是非、ヒップホップの作曲でなんか手軽にできるものないかなと思ってる方いたら MPC-1 を考えてみてはいかがでしょうか。はい、今日は以上となります。ありがとうございます。